こんにちは。日文研教授の牛村圭です。幕末明治から現代に至るまで、その文明という言葉をキーワードにして、日本の思想史を勉強してきました。一番新しい研究成果というのは、明治に導入された西洋のスポーツの一つである陸上競技を、文明という観点から読み直してみようということをしてきました。で、今日はここに掲げたタイトルのように、異文化を知るということで、日本文化をさらに深く学ぼう、そのための方法をお話ししたいと思います。異文化を知るといっても21世紀の今日ではなくて、時代を150年ほど遡ります。幕末から明治の初めにかけての、私たち日本人の先輩たち、その異文化体験についてお話ししたいと思います。江戸時代というのはよくお分かりのように鎖国の時代でした。でその鎖国から国が開かれる開国へと移るのですけど、そもそもまずなぜ鎖国というのは行われたのか、それを簡単に振り返っておきたいと思います。16世紀の半ば、日本はちょうど室町時代の終わりから安土桃山時代と呼ばれる時代へ移行します。その頃、ポルトガルやスペインから西洋の人たちが、貿易のために、あるいはキリスト教を布教するために日本にやってきます。貿易をすることによって日本も売るところがあるということで、その西洋人たちとの交易が盛んになります。いわゆる南蛮貿易と呼ばれるものです。で、その一方でキリスト教は次第に日本に入り込んできます。その頃の政治の中心だったのは、まず織田信長、そして豊臣秀吉、でさらには17世紀に入って徳川氏の時代になります。キリスト教を利用することによって、国内の仏教の勢力を抑えようとした信長という例もありますが、秀吉やさらに家康の時代になると、次第にキリスト教というのはひょっとすると自分たちの政権を危うくする存在ではないかという危惧を抱くようになります。でその結果、キリシタンの弾圧というふうに話は進んでいきます。1639年、いわゆる鎖国というものが完成します。でその中で唯一オランダだけはキリスト教を布教させないという約束のもとで日本と貿易を続けます。また隣国の中国、当時は清という国でしたけども、その中国との貿易もオランダと同様に長崎の出島を通して継続するという形になります。こうして日本は17世紀の前半、国を閉ざすことになります。で極東の小さな島国であった日本はやがて西洋から忘れられていくのですけども、その西洋の国々がアジアに勢力を広げるにあたって日本を何とかして自分たちの活動の拠点の一つにしたい。例えばクジラを取るための船を出します。燃料が不足します。そういう時に日本を中継地にしたい。あるいは変戦争で中国に植民地とは言いませんけど、租界地というものを作ります。租借地ですね。でそういうところに行くにあたっても日本を中継点にしたいと考えるんです。でこうして19世紀になる頃から西洋諸国の日本への開国要求というのが高まるのですが、その都度日本はそれを拒みます。しかしとうとう1853年、よく知られているようにアメリカのペリー提督が大統領の手紙を持って日本に開国を迫りに来るんです。この時はそれまでと違って軍艦を従えてきますから、言うことを聞かないと撃ち込むぞという一種脅しだったんですね。で日本側はそれまで手紙を受け取ることはしませんでしたけども、無理やり日本側に受け取らせて、来年また来るからそれまでに答えを用意しとけと言ってペリーは帰っていきます。でここでちょっと考えてほしいことあるんですけども、ペリーはアメリカからどうやって日本に来たんでしょう。もちろん飛行機ではありませんよね。で普通に考えるとアメリカの西海岸から西へと船を出せば日本に着くと考えられるんですけども、その頃まだ西海岸から日本に出向くというルートはありませんでした。そこでどうしたかというと、東海岸から出発してアフリカの南部を通って、そしてインド洋を渡って日本にはるばるやってきたんです。で手紙を渡して、また来年来るからねって言った後、
ペリーはまた戻ったんでしょうかね、そのまま。歴史の授業であまり教わることはないんですけども、アメリカには帰っていません。ペリーはどこに一時帰国したか、一時的に移ったかというと、それは中国、具体的には香港だったんです。香港に行って、また時間が来たら日本に来るということで、翌年1854年に再来日をします。軍艦を背景に開国を迫られた日本は、とうとう鎖国を解き、国を開くという決断をします。で、そこで結ばれたのが、日米和親条約と呼ばれる条約です。で、その他の西洋の国々とも同じように開国を国を開くという約束をします。で、さらに4年後、今度は貿易をするための条約を結びます。アメリカのほかイギリス、フランス、ロシア、そしてオランダ、合わせて5カ国と貿易のための条約を結びます。それを普通安政の5カ国条約、安政の5カ国条約と呼んでいます。さてここで国を開くというのはどういうことかということを簡単に見ておきたいと思います。外国側からすると、外交官あるいは商人として日本に入ることを許される。そして長崎や横浜といった外国人が住む場所、それを居留地と言いますが、その居留地に住むことを許されたということを意味しました。一方日本側からすると、開国とは何ぞやといえば、それは勉強のためあるいは研究などの理由目的で外国に出かけることが許可されたということになります。すなわち自分の暮らしてきた文化と違う文化に接するというのが開国の持つ文化的な意味なのです。すなわち異文化に直接触れる、そういう機会を生んだのがこの開国という歴史的な事実でした。それをちょっと遡ってみますね。で、江戸時代は先ほどお話したように鎖国でしたが、その鎖国の中でも異文化を体験した人は実はいるんだということです。海外へ出向くことはもちろん禁止ですし、海外にいた日本人が日本に帰ることも許されませんでした。もし出かけることが分かれば、あるいは帰ってくることが分かれば、捕まったらそれはもう死罪ということが決められていたのです。ただ外国情報はオランダが情報としてオランダ風説学と呼ばれるもので日本に逐次伝えていましたから、西洋の様子は、フランスなどの様子などはオランダを通して日本に入ってきていました。しかしそれは文献を通して知った異文化なので、異文化の間接体験と言っていいものでした。そういう限られた間接体験のほかに、本当にごくわずかですけど、鎖国の中でも異文化を直接体験した日本人がいたんです。具体的にそれは漁師さんたちなんですね。漁師というのはもちろん海に出て仕事をしますが、急な嵐に巻き込まれて船が難破するということがあります。中には命を落とした人も多数いたと思いますが、運よく外国に流れ着く、あるいはたまたまそこに出かけていたアメリカのクジラを取る船に助けられた。で、そういう日本人も若干いたんです。で、その人たちは自分の意思とは無関係に外国に出向いて、その外国を自分の目で見ることになります。で、後に日本にその外国から連れてこられて帰ってきます。帰ってきて取り調べを受けた時の記録というのが残ってはいますが、その漁師さんたちは自分で外国で日記なんかはつけていないんですね。なぜだと思いますか？それは字が書けなかったからなんです。江戸時代というのは武士は知識人階級なので読み書きができて当たり前。また町人や裕福な農民たちも、読み書きそろばんなどを寺子屋で学ぶことがありました。しかし漁師さんは基本的に読み書きそろばんができなくても巧みに漁ができれば生活を成り立たせることができる。よって彼らは読むことも書くことも基本的にはできない。したがって非常に貴重な異文化体験でしたけども、日記を書くなどということはありませんでした。では江戸時代初めてその直接体験した異文化を記録に残した人は誰なのかっていうと、やはり知識人階級なんです。もちろん知識人階級は武士ですね。で、さっき確認した1858年の貿易をするという条約、
日米修好通商条約、その批准といってお互い相手の国、自分の国に正式な書類を提出するという手続きが必要です。そのために徳川幕府は使節をアメリカに派遣することにしました。1860年のことです。その隊長は新見豊前守正興、そしてその、副隊長ともいえる、正式名は副使ですけど、副使の任にあったのは村垣淡路守則政という江戸幕府の旗本でした。旗本というのは、将軍の直属の家来のことを言います。村垣淡路守と呼ばれている彼は、函館奉行とか外国奉行、さらに神奈川奉行などを歴任した今日で言うならば江戸幕府の外交官の一人と言える人です。でこの村垣がアメリカへ行って帰ってくるその道中、そしてアメリカでの直接の体験、それを記録したのが今日建米史日記と知られている貴重な記録です。国会図書館にデジタルライブラリーというのがあるのはご存知ですか？でその 国会図書館のデジタルライブラリーで建米史日記というふうに検索をしてみてください。すると活字となったものが出てきますから、関心があればぜひそれを読んでくださいね。今からお話しすることはその要点です。村垣一行は船でもちろんアメリカへ向かいます。でそのままサンフランシスコに行く予定でしたけども、船の具合が悪いというので一度ハワイに立ち寄ります。ハワイで簡単に船を直すんですね。するとそのハワイの国の王様がぜひ日本の施設に会いたいというので仕方がないなということで会いに行きます。村垣の日記を見ると国王とは言うけども、村の酋長みたいなもんだろうとやや皮肉を交えて書いてあります。で出向いてみると国王とその王妃が迎えてくるのですけども、村垣はびっくりしたのがその王妃というのが片肌脱いでるっていうんですね。つまりノースリーブだ。日本の女性は着物を着ていて肌なんか人には見せない。ところがそのハワイの王妃はノースリーブで肌を見せている。でしかもその王妃がとても美しい人だっていうので、生きている阿弥陀様のようだというような記録を残してもいます。その村垣淡路守が残した建米史日記について少し見たいと思います。村垣はまず異文化への驚きを隠さずに書き記します。施設以降は正式な外交団ですから至る所でレセプションがあるんですね。そのレセプションに出るとその度に音楽が演奏される。非常にやかましい。で村垣はそれを古楽と呼んでます。古楽つまり恵比寿の音楽、野蛮人の音楽だというんですね。これはもちろん日本の音楽を根底に置いた比較ということになります。またそういう歓迎レセプションは石中かまびしいこと言葉に尽くしがたし、粛々と静かに進む日本の式典とは異なってアメリカの歓迎レセプションはうるさくてしょうがない。音楽もなれば当然そこでは出席者の交わす言葉ですね、それがあるためにうるさいというんです。また武士は当然刀をつける。しかし出迎える大統領は刀を身につけていない。これにも驚きます。つまりまるで武士以外の身分の人のようだということなのでしょうね。でさらにもう少し調べてみると、大統領というのは4年ごとに国中で選挙をして決めるんだと。国のトップが4年ごとの入札で決まるということにびっくりします。なぜかといえば当然江戸時代徳川幕府は将軍様は家康に始まってずっと代々徳川家がその将軍の職にあったからですね。また国務長官、日本でいうところの外務大臣ですけど、その国務長官に会いに役所に出向くと女の人が多数出入りしている。これにも驚きます。例えば江戸幕府は言ってみれば当時の日本政府です。日本政府の役所に行ってそこに女性はいるかといませんね。女性たちはみんな大奥にいるだけ。仕事をしているのは全員男です。でそれをしている村垣からすると、その仕事の場に多数女の人が来ているというのはびっくりでした。でそれだけではなくて、先ほどのレセプションのような式典に出ると
そこにも女の人がたくさんいる。初めはそれは給仕の女性かと思ったらそうじゃなくて、そこに来ているさまざまな政府の役人たちの奥さんなんですね。それを知ってさらにびっくりするということが起こったようです。で、当時の様子を伝える版画がありますから、ちょっと見てください。こんな感じです。日本使節団を迎えるブキャナン大統領、当時のアメリカの大統領はブキャナンで、ちなみにこの後大統領になったのがよく知られているリンカーンです。リンカーンの一つ前の大統領にあたります。出迎え側の一番先頭にいるのがブキャナンですけども、確かに肩なんかつけてませんよね。ところが日本側はこれは正式な格好で来てるんでしょうけども、アメリカ側からするとこれもまたさぞ珍奇なものに見えたかなと思います。こういう驚きもあったと同時に、村垣は自分の尺度でアメリカの文化を理解しよう、判断しようとしました。例えば、それははっきり言って偏見と言っていいかと思います。大統領の命が至る所で顔を出してきて、まるで大統領よりも命の方が女主人のようだというようなことを書き記しています。で、その命、村垣淡路の神に対してこういう質問をします。女は恩国とメリケンとはいずれか勝れるや。つまり女性は日本とアメリカとどっちの方がいいかと聞くんですね。で、そこで村垣は一計を考えてこのように答えます。メリケンの方、色白くしてよしと答えれば喜び合える。アメリカの女性の方が色白なのでこちらの方がいいというと、そのメイは喜んだと。で、簡単に、感想を書いています。愚直の性質なるべし、バカなやつめというんですね。またある時は国務長官、アメリカの外務大臣だとさっき言いましたけど、その国務長官に会いに行ってもお茶が出てこない。いつも来てる人のような扱いをされて、お茶さえ出てこない。で、この緑のとこを見ていただくと分かりますが、故国の名は逃れがたきものと思われ、野蛮人の国だという名前はもう逃れられないぞと、というような偏見を書き記します。しかしながらそういう中でも、理解を示そうとした部分もあったのです。首都ワシントンで大統領に会って、条約のための批准書を提出するというのが正式な任務でした。で、その首都ワシントンに出向くと、道中にはたくさんの見物人が集まります。村垣は義衆という言葉を使っています。つまりアリがたくさん集まるようだ。道路はもちろんその高い建物の窓からも日本使節団一行を眺める人がずっと続いているというんですね。で、それに対して村垣はこういう感想を書きました。江戸の祭りのごとし。江戸は当時すでに100万を超える人口を誇っていました。そういう大都市江戸の祭りの時の人出、それを自分たちを歓迎するアメリカの人たちに見て取ったのです。で、そういう使節団に対してアメリカ側は、こんなに人が集まったのはこのワシントンという都市が始まって以来だと。こんな人出は見たことがないというのです。つまり大歓迎ぶりだということをアメリカ側は伝えたかった。で、それを知った村垣はお世辞だろうと思ったのですけども、つらつら考えてみると違う感想を得るに至ります。で、次に書いたのはその憲兵史日課の引用ですけど、いずれの国より施設来たりても風俗も変わらず、ことに一人二人のこと。我は鎖国なりしが初めて海外へいで、風俗制度も一人異なれる。人員も70人及ぶしは、意図珍しく思うも断りなり。どの国から施設にやってきても、アメリカと風俗は変わらない。また人数も一人や二人だと。ところが我々日本は長い間鎖国をしていた。そして初めて海外へやってきた。で、先ほど版画で確認しましたが、着ているものも全然違います。
またさまざまな制度も違います。風俗や制度も日本だけが違う。つまり西洋とは違うということですね。さらに70人を超えるような大きな使節団、規模の大きい使節団だということで、アメリカの国民は随分珍しいことだと思って自分たちをわざわざ見に来たんだろうと。これは偏見が一つの魅力である憲兵史日記の中で多分一番理解をしようとしたという村垣の姿勢の表れかなと思います。村垣は先ほど見たその隊長の新見正興とホテルで同じ部屋なんですけども、その日ホテルの部屋に帰ってくると、まず最初何をしたかというと、椅子を部屋の隅に押しやるんですね。そして床にその毛布を敷いて、そこに座って2人で一日あった面白いことを語り合ったということを書いています。憲兵史日記の魅力というのは以上お話したようなことかと思います。確かに偏見はありますが、幕末の知識人として初めて接した異文化をいかに捉えたかという一つの貴重な記録になろうかと思います。